私の名前は北川大輔です。東京をベースに活動しているデザイナーです。このプロジェクトに関しては、私が2015年に自身のスタジオを設立したと同時にミラノのサローネサテリテで発表をしたことから始まっています。そこでジュリオ・カッペリーニと2016年に初めて出会って、そこで彼に私のデザインをすごく気に入っていただいて、そこからコミュニケーションが始まりました。このデザイン、フローテーブルのデザイン自身は2017年に私がサローネサテリテで発表したプロトタイプです。私自身がミラノでやはり家具のデザインを、作って提案していく中で、もちろんいろんな家具のデザインも考えてるんですけども、椅子やソファーに比べてコーヒーテーブルっていうものが、なかなか進化が見られないというか、長くコーヒーテーブル前としたイメージであるところに対して何かデザインでチャレンジできる新しい価値を生み出せるんじゃないかと思ったところから始めてます。一番もたらしたかったところはいかにインタラクションを起こせるか、そのテーブルというものに対して使う人とテーブルの間にいかに新たな体験をもたらせるかというところに着目してデザインしてます。やはりスクエアなものが一つのオブジェクトとしてインテリアの中心に据え置かれていることに対してもう少し可能性がある。それどういうことかっていうと、やはり人々使う人たちが結果的に使ってる様を見ると、そのエッジ部分にしかカップだったり、お皿だったりっていうものを置くことしかなくて、デッドスペースが多くあるんじゃないかなというところに、着目して全てをデザインしています。具体的には2枚の天板が2つに分かれてレイヤーが重なることによって、高低差が生まれて、特にコーヒーテーブルっていうものが、二次元的であったと感じているものに対して、今回この3次元もう一つディメンションを生み出したのかなと思っています。その効果をより引き出しているものはこの鏡面のフレームとガラスプレートですね。特に今回モノクロ、白と黒のソリッドのガラスプレートの組み合わせと、ここにある、スモーククリアのガラスプレートの組み合わせがあるんですけども、特にこのスモークガラスの場合、下が透けて見えるのでよりレイヤー感を感じたり、一番は下にある鏡面プレートの、効果も相まって、この色の重なりっていうところがすごくユニークで、機能的だけではなくて印象としてもすごく今までない魅力というか奥行きっていうものがあるのかなと思っています。プロダクトデザインにおける本質的なサステナブルっていうのはタイムレスで長く愛され使われることだと私自身は感じています。そういう意味ではこの7年っていうタイムラインの中で見た時にも、これは自分のデザインだからというわけではないですけども、決してその色あせって一時の価値観だけで作ったものではないと、信じてますし、実際この7年の時を経ても、自分が客観的に見てもその価値っていうものは焦ってない、もっと言うとより増したのかなと思っています。っていうのもやはり今お話したように、人と物とが長く愛され付き合うっていうところに対して、このフローテーブルでいうとインタラクションが生まれている、ある意味使う人にとっての余白があるデザインだと僕は思ってるんです。例えばこの2枚のテーブルトップが、2枚を2層に置くこともできます。
で平行に置くこともできるし、こう直角に交差するように置くこともできるんですけども、もう一枚の板をトップ面に置くと、従来のガラステーブルとして前面がトップになるっていう機能もあるんです。そういったようにさまざまな用途スタイリングに合わせて変えられることで、使用者の気分であったり、もちろんその住まいっていうものが固定されている人もいますけど、一方で移り変わる人もいる中で、その都度都度変えられる、様を変えられる、用途を変えられる、印象を変えられるっていうものは、長く愛される一つの要素なのかなと思っています。